皆さんこんにちは、ゆりこです。今日私は日光に来ています。皆さん日光に行ったことはありますか？実は私はこの1年で今回が2回目の日光。夏にはプライベートツアーで日光江戸村にも行きました。実は私の祖父母は日光や宇都宮あたりで生まれ育っていて、どこか昔からちょっと身近に感じる場所でもあります。日光といえば、日光東照宮がとても有名ですが、他にも湯葉などの美味しい食べ物や華厳の滝のような自然がとても綺麗な場所です。実は日光は標高が高くて、思ったよりも少し寒い場所。今回は外を歩くには寒かったので、その分たくさん食べてきました。この動画では日光の景色やお寺、そして美味しいものも紹介します。日光の古い街並みは、もともと観光地としてではなく、神社やお寺に向かう人を迎える街として発展しました。昔の日光は信仰の場所。参拝者や修行僧が安心して泊まって休めるように町が作られたんです。だから今でも派手さはなくて木造の建物や昔ながらのお店が多く、とても静かで落ち着いた雰囲気があります。さて、まずは腹ごしらえのためにレストラン油源にやってきました。このレストランはなんと150年の歴史を持つ超老舗。一番の人気のメニューは湯葉尽くし定食でしたが、予算の都合によって栗おこわをオーダー。この栗おこわにも湯葉を使った料理がいくつも提供されています。実はこの名物の湯葉料理ももともとはお寺の修行料理だったと言われています。お寺で修行する人のための料理。それが旅人に振る舞われ、日光の食文化として現在も残っています。さて、このお店のホームページをチェックすると、すごくね、手作りと食材の大切さをこだわって作ったレストランとのことです。日光の自然と季節の食材を生かしながら、一皿一皿丁寧に作られています。本当にね、ここでは食べることそのものをね、ゆっくり味わう時間が流れていました。さて、日光には神橋や日光東照宮、本宮、輪王寺など多くの歴史的な建造物があります。この一帯はユネスコの世界遺産にも登録されていて、とても長い歴史を持つ場所です。実は日光は今からおよそ1200年前、奈良時代にはすでに山そのものを信仰する場所として人々に大切にされてきました。日光を歩いていると、とても大きな杉の木がたくさんあることに気づきます。これらの杉は神社やお寺へ向かう道を守るように立っていて、何百年もの時間をここで過ごしてきました。日本ではね、自然そのものにも神聖な意味があると考えられてきました。
だから日光では建物と自然がとても自然に一体となっています。観光地というよりね、長い間人々が祈りを捧げてきた場所、そんな日光の空気が今でもこの森と町に残っているように感じます。そして今回、輪王寺という密教の真言宗のお寺でごま祈祷を体験してきました。皆さんはごま祈祷が何か知っていますか？ごま祈祷とは日本の仏教、特に真言宗で行われる特別な祈りの儀式です。お坊さんが目の前で火を焚いて、その炎に向かって私たちの願いや悩みを託したごまきをくべて祈ります。この日はね、煩悩や不安、悩みを焼き清める象徴とされていて、心を整え、新しい一歩を踏み出すための儀式でもあるそうです。日本人の多くは無宗教と言いますが、それでもね、私は日本人はすごく信心深い民族だなぁと思います。なぜならね、何か良くないことが連続で起こったりすると、これはね、ただ自分が最近運がないだけというふうにね、終わらせず、ごま祈祷だったりね、神社に参拝に行ったりなど、いろいろな手段で、自分の力では及ばないことに対して解決しようとするからです。海外でもこういったね、何か悪いことが続くときに、そのね、状況を打開するために、教会に行ったりするんでしょうか？ぜひね、コメントで教えてもらえたら嬉しいです。さて、私たちは日光東照宮にやってきました。この神社は徳川家康を神様として祀っている神社です。徳川家康はね、皆さんもご存知の通りですが、約400年前に日本を長く平和な時代へ導いた人物で、その功績を称えて建てられたのがこの日光東照宮です。ここが特別なのは、日本の神社としてはとても珍しい豪華で色鮮やかな装飾。彫刻や建物の一つ一つに意味があり、有名な見ざる、言わざる、聞かざるや眠り猫もここでは見ることができます。そしてここは二良山神社の参道。この神社は日光の山そのものを神様として祀っている神社で、この神社はね、今からおよそ1200年以上前に始まったとされていて、日光信仰の中心的な存在だそうです。男体山、女峰山、太郎山というね、日光を代表する3つの山がご神体で、日光らしい自然信仰の考え方がよくわかる場所。さて、日光は実は非常に標高が高いことで知られています。先ほどね、言った日光東照宮は、実は東京スカイツリーよりも高い場所にあるんです。そんな日光はね、もちろんすごく寒いです。もうね、外にいるだけで、本当に体がね、ガタガタ震えて止まらないぐらい、本当に寒かったので、カフェに移動しにやってきました。ここのカフェで食べたぜんざいとね、抹茶は本当に美味しかったです。私は本当に小豆が大好きなんですね。
よく考えたらお昼にお赤飯で小豆を食べていたのに、またね、小豆を食べるなんてね、本当にびっくりですね。さて、もう一つ日光で驚くべきことは、レストランが非常にね、限られていて、閉まるのがとても早いということです。お昼にすでに湯葉料理を食べていたんですが、他にあまり選択肢がなかったので、夜もまた湯葉定食を食べることにしました。今回お邪魔したのは湯葉料理のレストランサンフィールド。ここでは定番の湯葉料理だけじゃなくてね、いろいろ工夫された湯葉のメニューを楽しめます。湯葉って大豆からできているせいか、食べた後に重たくならなくて、体にスッと入ってくる感じがします。なんというかね、お腹を満たすっていうよりも、本当に食べ物からエネルギーをもらっている、そんな感覚でした。個人的にね、中でも一番印象に残ったのは、やっぱり湯葉の太巻き。私ね、バームクーヘンとかも大好きなんですけど、こういうね、ぐるぐる巻かれた食べ物、本当に美味しいですよね。2回連続湯葉料理だったけど、本当に飽きないくらい美味しかったです。さて、次の日の朝は、新京インホテルに朝食を食べにやってきました。この日光エリア、本当にレストランが限られているんです。朝の8時からやっているレストランは、なんとこのホテルともっとね、ファンシーなモーニングが食べられるレストランだけ。ちょっとね、朝ごはんに5000円とかね、8000円を出すのはね、ちょっと渋いなぁと思って、今回はこの2000円のね、イングリッシュブレックファーストで手を打つことにしました。ちょっとね、モーニングを食べているのが意外かもしれないんですけど、実はね、日光は明治時代に西洋化の影響を大きく受けた場所でもあります。明治時代ね、日本は国を開いてね、鎖国を終えてね、西洋の文化や考え方っていうのを積極的に取り入れてきました。その中で日光は自然が豊かで夏も涼しく外国人にとって過ごしやすい場所だったため、多くの外国人が訪れるようになります。外交官や宣教師、西洋の文化人たちが日光に別荘を建てたり、長期滞在するようになりました。その影響で洋風の建物やホテル、西洋式の暮らしがこの街にも少しずつ根付いていきます。今でもね、日光を歩いていると日本の伝統的な寺社とどこか西洋的な雰囲気が混ざっているのを感じます。それは信仰の街だった日光が国際的な避暑地としても発展した明治時代の名残なんです。さて、2日目はあいにくの雨。少しね、明け方は雪が降っていたようですが、夜明けからね、雨へと変わり、非常に寒い天気になっています。朝食を食べた後、ホテルをチェックアウト。次に向かうのは華厳の滝。ここからはバスに乗って約40分ほどいろは坂と呼ばれる山道を通って向かいます。さあ、心境にバイバイしましょう。さて、いろは坂は日光市街と中禅寺湖、奥日光を結ぶとても有名な山道で、カーブが全部で48箇所あります。この48という数が
日本の仮名の並びであるいろはにほへとにちなんでね、いろは坂と呼ばれるようになりました。実はこの道、上りと下りでルートが分かれていて、一方通行になっているんです。それだけ山の傾斜が急で、道作りが大変だった場所。特に秋は紅葉がとても綺麗で、山全体が色づく様子を車窓から楽しむことができます。いろは坂はね、ただの移動ルートではなくて、日光から奥日光へ向かう境界線のような存在。さて、現在私たちは、華厳の滝を見に行くためのエレベーターに乗っています。華厳の滝は、日本でも特に有名な滝の一つで、高さはおよそ97メートル。実はこの滝、自然にできたとても面白い成り立ちをしています。約2万年前、この辺りで火山活動が起きて、溶岩が川をせき止めました。その結果できたのが中禅寺湖と呼ばれる湖。中禅寺湖の水が行き場を失って断崖から一気に流れ落ちるようになった。それが華厳の滝です。つまり華厳の滝は湖から直接落ちる滝。世界的にもね、どうやら珍しいタイプの滝のようです。信仰の街、日光の自然の力をそのまま感じられる場所。それが華厳の滝。なんだかね、冬の美しい景色も相まって本当に幻想的。さて、実はこの中禅寺湖や華厳の滝があるエリアは日光東照宮がある場所よりもずっと標高が高いんです。日光東照宮周辺の標高がだいたい600メートルくらいなのに対して、中禅寺湖は約1200メートル。つまり一気にね、600メートル以上登ってきたわけです。標高が100メートル上がると気温はおよそ 0.6 度下がると言われています。ここではね、市街地よりも3から4度寒く感じることがあります。もうね、外はね、雪も積もっているし、本当に寒いので、レストランに避難しました。このレストランはね、ランダムに見つけた中禅寺湖の湖畔にあるレストラン。日光のレストランはどこも高くてね、一食2000円以上するのが普通だったけど、このレストランではね、1200円で美味しそうな湯葉うどんを食べることができて、本当に大満足でした。湖畔から見える景色も美しかったし、このね、寒い中で食べる熱々のおうどん、本当にね、完璧にね、私たちの需要にね、マッチしたおうどんでした。そしてね、湯葉って本当に何回食べても美味しいなって今回改めて思いました。日光に来てね、自然の美しさだけじゃなくて、寒さとか山の厳しさもね、ちゃんと感じることができて、ただ見るだけじゃなくてね、体で学ぶ場所なんだなって思います。すごく静かで、でも力強くて、そんなね、心に残る場所でした。また季節を変えて日光に行きたいなーって思っています。今日も皆さん最後まで動画をご視聴してくれてありがとうございました。今回の日光の旅いかがでしたでしょうか？ゆりちゃん食べてばっかりじゃんってね、言う人もいるかもしれないんですけど、本当に食べてばっかりだったと自分でも思っています。でもね、それだけね、外にいるのが辛いぐらい寒かったです。ぜひね、みんなも冬に日光に行くときはあったかい格好をしてくださいね。
それからレストランが閉まるのが早いから気をつけて。あとはキャッシュオンリーのお店も多いから現金をたくさん持って行ってね。そしてちょっと観光地プライスのところがあって、一食2000円ぐらいしちゃうからお金もたくさん持っていくようにしてね。それではね、今日も最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。鎌倉でのプライベートツアーのご案内は Gmail からしているので、ぜひね、お問い合わせください。日光とかちょっと特別な場所のプライベートツアーは、要相談になるので、気軽に相談してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。